愛する人の前で人は弱くなる。だがジョンハンの場合、それは弱さなんてたやすいものじゃなかった。彼はイルジョを愛した瞬間から壊れ始めている。傷を手当てする手は優しい。隣で眠るだけで満たされるように笑う。でもそれは失うかもしれないという恐怖を一瞬だけ忘れかけている状態だ。朝目を覚まして隣にイルジョがいないだけで頭をよぎるのは最悪の想像。また消えたんじゃないか。初デートで服など買い与え、人前でも構わず触れる。それは愛情表現に見える。だが実際は自分のものだと確認せずにはいられない行動だ。気づけば彼は粘着質な恋人へと変わっていた。皆さんこんにちは。リエルホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。一方のイルジョはその変化に戸惑っている。人目を気にし、触れられるたびに距離を取ろうとする。それは冷たさじゃない。自分のような人間といるジョンハンがどう見られるのかを気にしているだけだった。結局ジョンハンは不機嫌を隠せず、イルジョをおぶりながらまだ自分のことが好きか問いかける。この質問で不安を鎮めたかったのに、逆に不安にさせられてしまった。返事はない。追い詰められたのはジョンハンの方だった。今更遅いかもしれないけど、自分に一度だけチャンスをくれないかとお願いする始末。ここで立場は完全に逆転する。イルジョは悩み抜いた末承諾するが、この時点で2人の間にはズレが生まれている。ジョンハンはすがる側、イルジョは背負う側になってしまった。その夜、眠そうなイルジョに元彼についての質問攻めをする。だがイルジョはもう過去は過去のこととして語ろうとしない。聞けば聞くほど不安は増す。それでも聞かずにはいられない。翌日、一緒に出社したところを同僚に見られ、イルジョが率先していとこなんですと伝えた。そして退社後、ジョンハンは一緒に帰ろうとイルジョを待っていたら、彼が店長と仲良さそうに閉店後も笑い合いながら店内を清掃していた。店長に見せつけるようにジョンハンは片腕でイルジョを胸に強く引き寄せる。でもイルジョはジョンハンを外に引っ張り出して、今日は店長と夕食の約束をしたから先に帰ってという。この瞬間、ジョンハンの中で理性が音を立てて崩れる。表面上は束縛する恋人じゃないと振る舞うが、内側では嫉妬が思考を侵食していた。奪われていないのにすでに失った気分になった。何も手につかず、結局イルジョを尾行する足が止まらない。店の中で耳にした会話、ジョンハンと付き合っていること、幸せだということ、早く帰らないと待たせてしまうこと、聞きたかった言葉の数々が並んでいた。帰り道、イルジョがタバコを取り出す。このギャップは正直かなり引っかかる。ずっと無理をしてきた人間の匂いがしたから。ジョンハンがすぐに現れるのも偶然じゃない。彼はもうイルジョの生活圏から外に出られない。家には帰らず、人通りの少ない場所へ。閉ざされた車内、2人の欲望が言葉より先に溢れ出す。だが最近、イルジョの表情が曇っていた。兄から長い間の暴力、誰にも言えずに耐え続けてきた傷、その事実を知った瞬間、ジョンハンは怒りに飲み込まれる。家に戻るなりどうして話してくれなかったんだと責め立てた。だがイルジョはジョンハンがどれほど深く自分に依存しているかをまだ理解していない。2人は向き合っているのに視線が噛み合わない。そしてイルジョはもうこれ以上迷惑はかけたくないと別れを口にする。ここでジョンハンは完全に壊れた。彼が選んだ行動は話し合いでも救済でもない暴力だ。イルジョを傷つけた男を狂ったように殴る。だが兄は最後に最悪の言葉を投げ返す。俺はイルジョと寝た。この一言でジョンハンの世界は粉々になる。体を殴られても兄は勝った顔をしていた。精神を壊せばそれでいいと知っている人間の顔だ。この騒動は父の耳にも届く。会社の後継者であるジョンハンに汚点が残ることを恐れた父は、息子の前に立ちはだかる邪魔な人間は必ず削除する。ジョンハンは守っているようで何一つ守っていない。その結果が玄関に置かれたスーツケースだった。イルジョは別れを告げるために待っていた。ジョンハンは必死にすがる。脅されようが関係ない。一生一緒にいる覚悟はできている。そして兄と寝たことも過去だ。気にしないと決定的な一言を口にする。この瞬間、イルジョの中で何かが死んだ。絶望にも似た感覚かもしれない。悲しみと怒りをにじませ、何も言わず去っていくイルジョ。それから連絡は一切取れない。精神が崩壊する寸前のまま、
ジョンハンは店長の前に立つ。今まで敵視していた相手にまで頭を下げる。だが答えは知らない。カフェを出ると父の秘書が現れ、すぐに CEO 職に就くよう告げられた。イルジョに会ったのかと尋ねると、秘書は淡々とまとまった手切れ金を渡しましたとだけ答えた。この時ジョンハンはようやく愛しているつもりでも壊しただけだと理解した。懺悔の思いで謝罪のメッセージを送る。そして帰ってきたたったの一言、兄と寝てない。また次回お会いしましょう。ではでは。If we stop caring, writings on the wall, can't ignore it. I wonder how you think about us now.